皆さんこんにちは。Over40s ギターです。Hey everyone, this is Over40s Guitar。すごい久しぶりの動画です。新型コロナ流行り出して3月ぐらいだったかな。これ最後に動画公開したのいつだったろう。多分3月ぐらいじゃないかと思うんですけど、コロナのせいで、自宅に引きこもってギターをまた再開する人向けにギターメンテしますよっていうのをご近所さん向けに始めたんですけど、それがすごく忙しくなってしまって、ほとんどもう当時作ってたというか今まだ作りかけなんですけど、クラシックギターもうまだネックがこんな途中で止まっちゃってる状態でもうそっちの方のお仕事が忙しくて、メンテだのなんだのってしてて、全くもうガレージでギター作りとかしてなかったんですよ、最近まで。で、最近になってようやくそれが落ち着いてきて、若干余裕が出てきたんで、ちょっとじゃあリハビリがてら、このクラシックギターを再開する前に、ちょっとリハビリがてら一本ギターを作ろうと思って、アコギ作ってたんですよ。材料がちょっとあったんで。これ多分6本目ぐらいのアコギなんですけど、まあもう途中までというか、ほぼここら辺までできていて、あとはこう、ヘッドを加工したりとか、ヘッドの加工がまだ終わってないんで、ヘッドを加工したりとか、指板乗っけたりとか、あとはブリッジがまだできてないんで、ブリッジこれから形作んなきゃいけないんですけど、ブリッジ作って、まあ、それぐらいで完成する感じなんですけどね。で、これがもうそろそろ終わるかなというところだったんですけど、なぜかですね、最近立て続けに何件か、僕のそのギターの修理を気に入ってくれた人が、ねえねえ、ベースのメンテとかってできないのっていうふうに、聞いてくる人が何人かいて、ギターと構造的には、まあ、似てるっちゃ似てるんで調べればできるだろうなとは思ってたんですけど、いまいちよくわかんなかったんで、ベースとは何ぞやと、エレキベースとは何ぞやっていうのを調べ始めたんですよ、最近。そしたら、エレキベースの魅力にちょっと気づいちゃいまして、めっちゃかっこいいですよね、エレキベース。なんかもうベースラインとか弾いてる姿とか、いや僕は弾けないと思うんですけど、今まではベースっていうとなんかこう縁の下の力持ち的な地味な存在だなぐらいにしか思ってなかったんですけど、いやーなんか調べ出すとベースってめっちゃかっこいいですね、本当ね。ベースライン弾いてるだけでなんかもうこう痺れるみたいな。で、メンテはもちろんそのできるようになりたいんですけど、メンテよりもベース弾けるようになりたいな。なんか最初はベースのメンテの動画から入ったんですけど、それを見てるうちにベースの入門動画とかいろいろ見始めたら、すごいかっこいいことに気がついてしまって、ベースがこれはぜひ自分でも弾きたいなと。いやもちろんメンテはできるようになりたいんですけど、メンテそのものよりも基本的なところでいいからベース弾けるようになりたいなと思い始めまして、でいろいろ調べていくと、ベースとギターってなんか全然弾き方が違うんですね。まだベースを弾いたことがないんで知識だけでしかないんですけど、こうギターだとこうアコギだとちょっと爪若干伸ばしてネイルで弾くみたいな感じじゃないですか。ベース全然違うんですね。もうネイル邪魔みたいな。ネイル切っちゃいました、ベース、試すために。とにかくですね、弾き方もやっぱ全然違うし、これを知らずして人生語れないなと、よくわかんないですけど、そんな風に思うようになりまして、ベースを買おうかなと思ったんですけど、ベース買うのももったいないし、いろいろ調べるとベースってなんか大きく分けると2種類あるんですよね。ジャズベースとプレシジョンベース、 JB と PB ですね。でそれすらも知らなかったんですけど、そういうことがだんだん分かるようになってきて、どっちを入手したらいいのかなと。ベースを入手するとしたらどっちも試したいなってやっぱ思うじゃないですか。いやさすがに自分もですね、この年になってアラフィフでベースを始めることになるとは全く思ってなかったですけど、始める以上は少しちょっと真面目にやりたいなと。で JB か PB かちょっと迷ったんですけど、どっちもやっぱり試してみないとわからないんで、どっちも欲しいなと。で新品買うのはちょっとはばかられるなと、家族にもなんかいろいろ言われそうだし、自分でもちょっと新品買うほどやるつもりはというか、新品買うのもちょっともったいない気がするんで、じゃあ作りゃいいじゃん、いつも作ってんだから。というわけで、ベースを作ることにしました。両方とも PB と、JB とジャズベースとプレシジョンベースと両方とも作ってみることにしました。あくまでまだ僕的にはお試しの位置づけなんで、
そんな高いものを入手するつもりは全然なくって、すごくベーシックなキットを2つ注文したわけです。で、今日届いたのが、プレシジョンベースの方ですね、PB の方の、キット。これ$150です。これって言ってこれ見えないですね。ちょっとごめんなさい。今どけます。これです。プレシジョンベースキット。$150です。日本円で1万、100円換算すると1万5000円ぐらいですよね。普通ベースって新品買うとそんな安くはないですよね。多分3万、4万、5万とかそれぐらいするんじゃないでしょうか。で、キットだと意外と同じ値段だとキットの方がやっぱり品質的にはいいものが手に入るので、$150とはいえ届いたのをですね、確認したんですけど、いや全然悪くないんですよこれ。ちゃんとこのコンター加工とかもされてるし、木はなんだろうなこれ。おこ梅なんていうのかちょっとわかんないんですけど、おこ梅っていうんですかね。という最近よく使われてる、木ですよね。ヤスリがけはさすがにですね、ちょっとまだまだいっぱいしなきゃいけないかなと。そこまで悪くはないんですけど、まだまだちょっと足りないんでやらなきゃいけない。キャビティのところもだいぶ粗いし、粗いのでやんなきゃいけないですけど、ネックのここのジョイントの部分、あとねネック本体はほんとこれネックなんかもう全然ほぼ出来上がってますよこれ。メープルで指板はこれなんだろうな、指板はエボニー、合成のエボニーかなんかかななんですけど、全然安物に見えなくって、フレットもすごい綺麗だし、フレットの脇もちゃんとバリとか全然ないですしね。でさらに驚いたのがナットが、普通こういうキットってナット見えますかね、ナットがすごい高すぎたりとか、全然これシェーピングができてなかったりとかするんですけど、ほぼ完璧ですよこれ。さっき定規当ててみたんですけど、定規をこう当ててみるじゃないですか。そうすると2フレットのところに乗っけて、よいしょ、2フレットのところに乗っけて、ここの1フレットの、隙間を見たりするんですけど、もうほぼこれドンピシャぐらい、もうちょうどいい隙間が空いてる感じ。どのフレットじゃないや、どの弦ももうそんな感じで、これ調整いらないじゃんというぐらいな仕上がりです。いやびっくり。ここまで全然これノーブランド品で誰が作ったのかもよくわかんないぐらいのキットで Amazon で$150で売ってたんですけど、いや本当いいですよ。でペグとかももっと安っちいの来るかなと思ったら、全然重さもかなりあって、回しても全然揺れないし、遊びとかもないし、ブリッジもですね、もっとチープなの来るかなと思ったら、いやこんなしっかりしたブリッジが来るって全然思ってなくって、いやほんとびっくりです。これ変なパーツが来たら変えりゃいいかなと単純に思ってたんですけど、これだったらブリッジとかペグとかは変えなくても良さそうで、さすがに電子パーツはあんまり良くなさそう。悪くもなさそうだけど、このポッドの大きさとか見る限りはCTS とかああいう感じのじゃなくて、もうちょっとチープな感じのものですし、ピックアップは使ってみないと分かんないですけど、あんま期待できないですよね。$150のキットなんで。少なくともこの電子パーツぐらいは、いいのに交換してあげれば、もう結構いいベースに仕上がるんじゃないかなと思いまして、ちょっとテンション上がり始めました。というわけで、制作工程はちょっと今ちょっと若干まだ忙しいんで、制作工程は上げないかもしれないですけど、これ出来上がったら、どんな感じになるのかお見せできればなと思います。僕はベースを一度も弾いたことがないんで、残念ながら弾いてみた動画とかはちょっとまだできないと思うんですけど、どんな感じに仕上がるのかぐらいはお見せできると思います。というわけで、ベースキットに興味がある方、もしくは、アラフォー、アラフィフとかでベースを始めてみたい人はちょっとこうご期待かもしれません。はい。というわけで、クラシックギターの方はもうちょっと待ってください。今作ってるこのアコギですね。こいつが、終わらないと、次の制作に行けないんで。こいつも、もうね、裏の塗装とか、サイドとか、バックとかの塗装は終わっていて、表面も
シェラックで、もうほぼほぼ終わったんで、あともう多分1週間ぐらいで終わると思います。結構ね、いや、全然真面目に作るつもりなくって、余ってる材料でパパッと作っちゃおうと思って作ったんですけど、その割には意外とこうちょっとこれいいんじゃないという響きが出てるんで、こいつも僕的にはちょっと楽しみです。はい。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。それでは。